撮れてる？はい。こんにちは、朝日です。今ここはセネガルの首都ダカールです。後ろに見えるのがですね、大西洋、ここヨットハーバーになってまして、 CVD っていう名前のキャンプ場兼停泊場みたいな場所です。早速本題なんですけども、アフリカ旅中断のお知らせです。楽しみにしてくれてる人がいたとしたらごめんなさい。なぜかと言いますと、今から大西洋横断ヨット旅に出かけるからなんですよ。だからネットもないし通信環境がない状態が多分 3,4 週間続くと思うんで、死んだんちゃうかって心配されてもね、申し訳ないので、こうやって字幕とか編集もできないですけど、皆さんに報告を兼ねて動画を撮ってます。でですね、アフリカ行きたかったんちゃうんかいっていう感じだとは思うんですけども、まあこの大西洋を船で渡りたいっていうのは、そのアフリカ旅をするとかいう以前からやりたいことリストの中の1個なんですよ。でもお金もかかるし、そのタイミング、一人の力ではなかなかすぐに実現できないことなので、後回しになってたっていうやりたいことリストです。セネガルがまさかそういう場所だと思わずで、この CVD っていうところがアフリカ大陸と南米をつなぐ最短距離になるのかな、とにかくヨット乗り、船で世界を旅する人たちの中では聖地の一個らしいです。はい。でいろんなご縁が重なって、結局そういうお誘いをもらって、3日前かな、めちゃめちゃ急なんですけど、もうこれチャンスやなと思ったんでしがみついて、はい。それで結局昨日も丸1日船の作業とかで忙しくてバタバタで、もう本当に出港直前のこういう感じの動画撮影になってるんですけど、はい、今から行きます。南米に行きたいっていう感じもあるんですけど、なんかむしろそれよりもヨットで旅がしたいっていう、それの方がワクワクしてるのが本音で、ブラジルのどこに着くんかな、なんかその一番先端のあの辺です。ブラジルのそこに着いた後、南米旅をするかどうかまだ未定なので、もしかしたら船長と一緒にそのままこう海沿いを北上してカリブ海の方に行くかもしれんし、本当にわからないですね。アフリカ旅を中断してるぐらいですからはい。なのでそんなね、近況報告ということで、本題は以上です。一応ね、ここから先はこのことの経緯について、興味ある方は聞いていただきたいなっていうことなんですけど、アフリカ旅ね、モロッコからモーリタニア、セネガルっていう感じで約60日間、もうほぼ毎日サイクリングして移動してきたわけなんですけど、正直めちゃめちゃ心身ともに疲れてたんですよ。ヨーロッパとは全然環境が違いまして、アフリカのカオスさ、本当にカオスなんですね。でそれについていけない、環境に適応できないっていうことでめちゃくちゃ疲れてました。お金があれば解決できることばっかりなんですよ。例えばタクシー乗るとか、宿に泊まるのも数万円払えるとかね、料理レストラン食べるのも一緒です。とにかく僕は貧乏でほとんど0円みたいな状態で旅してるので、だからそのカオスさを全面に浴びていくわけですよ。めちゃくちゃ疲れてまして、でちっちゃなことでめちゃくちゃブチギレする、もう本当にイライラしてまして、休まないとまずいなっていうことで、このダカールではとにかく心を一回休めようっていうので、そういうことをね、友達に相談すると紹介してもらったのが、農園でお手伝いしながら食事付きで滞在させてもらえる、無料で滞在させてもらえるって場所なんですね。でありがとうございます、じゃあそこ行きますってことで行ってたんですよ。結局3週間滞在したかな。で、午前は農業のお手伝いして、午後からは個室もらえたっていうのもありがたいんですけど、そこで今後について考えたり動画編集したりしながら過ごしてました。で見つかった答えはですね、やっぱりお金が必要だなってことで、せめて毎月5万円リモートワークでも何でもいいから、そういう収入を稼げるような柱を作らないことにはアフリカ旅は実現しないなと思ったんです。ヨーロッパではね、路上で演奏したらそれぐらいを
それぐらい以上かな。もう本当に全然生きていけるって感じだったんですけど、アフリカではやっぱりそうはいかないっていうのが結構大きくて、そこはもう変えないといけないなっていう感じだったんです。でいろいろ調べてた時に、リモートワーク、例えばそのウェブライターとかなんかいろいろあるじゃないですか。クラウドワークスっていうそういうものがあるのも初めて知りましたよ。で、結局いろいろ調べた時にですね、動画編集代行するのが今の自分の持ってるスキル的には一番その役に立つ、お金に直結するんじゃないかって思って1件だけ応募しました。でもね、応募した後にあれと思ったんですよ。他人の動画を自分が編集して、それでお給料いただくっていう、ボンジュール、それはね、そのお金を稼ぐっていうのはそういうことなんですけど、だったら自分のチャンネルは収益化できてるチャンネルだし、少ないけど一応収益入ってくるし、そこに本腰入れて毎月5万円入るように持っていった方が絶対的に有意義やんっていう結論になったんですね。でそんな感じで、よっしゃ、ほんなら今後は自分のチャンネルをもっとマネタイズ、その収益に直結するように考えてやっていこうっていう風に、本当にようやくですね、そういう気持ちになりまして、じゃあどうしようっていう時にサイクリスト仲間のストーリーが上がったんですよね。でそれを見たら、ヨットに乗ってこのセネガルから近いカーボベルデっていう島国に行ってる映像だったんですよ。で連絡したらですね、その CVD っていうこの今いるヨットハーバーからボートヒッチハイクしてカーボベルデに行ったよみたいなこと言ってて、マジそんなこと実現すんねやっていうのが驚きですよね。で友達がもうすぐダカール出発する船長がいて、その人カーボベルデに行くって言ってたから、よかったら紹介しようかっていうもんで、自分の心境もそんなタイミングですし、カーボベルデ島国なんかのどかそうじゃないですか。なんか切り替えするにはすごくいい環境かなと思って、じゃあヨット旅行きたいです言うて、その船長紹介してもらったんです。で連絡メッセージやり取りしてたら、1週間後にダカール出発でカーボベルデ行くよってことだったんで、分かりました言うて、じゃあその農園にもそうやって伝えてね、1週間後にチェックアウトしてこの CVD に来たんです。で船長と初めまして言って顔合わせして、で状況、これからどういう流れで進んでいくかみたいな話してて、結局その船の出港が1週間延期になるって話だったんです。理由は僕以外にもう2人旅人が招待されてて、でその人たちの到着が5日後だから、結局1週間延期になるってことで、そうなんやって思ってね。でも農園もチェックアウトしてますし、この CVD っていうキャンプ場で滞在し続けるのもお金かかるんで、じゃあ5日間はそのどっか違うところに行って、無料で滞在できるところに行って出港の日にまた戻ってきます言うてたんですよ。でこの CVD 離れようかなって思ったんですけど、その前にここ Wi-Fi があって電源もあるんで、こういうテーブルと椅子もあるわけなんで、動画1本上げようと思って動画編集してたんですね。その時です。その時に今から一緒に出港する船長に出会いまして、初めましてですよ。で自転車君のか、明日ブラジル行くけど一緒に行くかっていう誘いもらってね、マジかってなりましたね。もうカーボベルデに行くっていう気持ちだったからここに来てるし、カーボベルデに行きたいっていうよりもヨットで旅がしたいっていう気持ちの方が強かったっていうのが、もうそのセットされてたんですよ。その状態にさらにこんなプランあるけどどうですかっていうのが来たから、そっちの方がじゃあいいやんっていう感じでカーボベルデに行く船長にはドタキャンすいませんって感じなんですけど、ブラジル行きの船長の船に乗るということで今に至ります。そうですね、これからもよろしくお願いします。なんかこんな方向性がフラフラしてるチャンネルかもしれないですけども、なんかそうですね、またこういう人生についてを語るようななんか、思うことはたくさんあるんですけど、なかなか恥ずかしいんでね、そういうの動画にしてないんですけど、旅を無職で貯金ゼロで旅を続けていくと、
マインドセットがどうなってるのかみたいなところをね、また今後はねそういうのも話していきたいなとか思ってます。はい、ご視聴いただいてありがとうございました。とりあえず今からセーリング航海に行くんですけど、多分いずれその船旅の動画もまとめて皆さんに紹介していくことになると思います。なんかね、一個心配事があって、本当はセネガルブラジルに行くこの方向のシーズンっていうのは冬らしいんですよ。で今夏じゃないですか。今行くんやっていうことでね、それもびっくりなんですよ。波とか大丈夫かなとか心配なんですけど、もう信用するしかないですからね。死んだら皆さんなんか笑ってください死なないと思います。はい、無理ってなったら多分またアフリカに戻ってくるっていうのもありえると思うんですけど、はい、それも含めてアドベンチャー楽しんでいきます。また次の動画で会いましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。